ジャパニーズ with TLS イエーイ。皆さんこんにちは。 TLS 関です。本日もご覧いただきありがとうございます。今日もやってまいりました人気のコーナー、日本在住の留学生が実際に日本に生活をしてみてどうなのか聞くコーナーです。今日のテーマは東京に住むと1ヶ月どのぐらいかかるのです。今日も日本で1年以上勉強している日本の生活に慣れている皆さんに話を聞かせてもらうと思います。自己紹介お願いします。はい、オリビエフランスから参りました。よろしくお願いします。はい、ユウです。タイから来ました。よろしくお願いします。アリンです。メキシコから来ました。よろしくお願いします。はい、早速詳しく聞いていきたいと思うんですけど、皆さんの大体の平均いくらでしたっけ？もう一度見せてもらえますか？じゃん。はーい。前回平均的なアリンさんの、詳細を聞かせてもらって、今日はユウさんが一番高くて一番節約できているのがオリビエさんでしたね。はい、じゃあまずは一番高かったユウさんにちょっと細かく聞かせてもらっていいですか？はい。ユウさんの1ヶ月かかっている詳細はこちら。じゃん。家賃が10万円。はい、光熱費が0円、インターネット0円、携帯電話9000円、食べるのに使う食費が2万円、プライベートで使う遊びで3万円、電車などの交通費で6000円、だいたいトータル16万5000円程度。はい、2人どうですか？見て。家賃は高いと思う。そうです。高い。なんで？だってなんか、僕は2人の部屋が欲しくて。なんか 2DK を選びました。なるほど、2つの部屋が欲しかったんだね。だから家賃が10万円。だいたい東京都内で2つの部屋 2DK の部屋だとだいたいこのぐらいになるかな。携帯電話がアリンさんに比べてもちょっと高いかな。はい、そうですね。どうやって？なんで？なんていうか、普通はなんかインターネットなんか量がなんかよく使うので、外でもうなんかアニメとか VTuber とかの配信のなんか見るのが好きので、まあこういうなんかこんくらいだと思います。なんかギガプランはなんか50ギグ、はい。50ギガ？はい、ギガですから。そうかそうか。じゃあユウさんは外でも結構携帯使うんだね。はい、そうですね。日本にはいろんなプランがあって、アリンさんみたいにあんまり使わない人は3000円とかのプランがあったり、ユウさんみたいにたくさん使う人はもういくらでも使えるように最初から高い9000円とかのプランがあるんですね。なるほど。食費はあまりかかってないね。自炊を結構してるのかな。はい、結構してます。偉いですね。偉いね。あとはなんか大体は和食です。すごい。はい。あとはなんていうか、僕一日なんか一食しか食べないので、だからもっと安い。あ、そんなに。はい、そうなんですね。そうですね。だから食費が少ない。わかりました。でもそれに比べて遊びにかかってるお金3万円ちょっと高いんじゃない？普通だと思います。じゃないと思います。本当？日本だったら大丈夫。あ、そうかな。そうか、なるほど、わかりました。これでだいたい16万5千円かかっているよっていうことですね。ユウさん、そしたらこれはだいたいタイでも高いと思いますか？タイと比べても。タイと比べないですね。だってなんかタイの物価はめっちゃ安いので。そうですね。はい、なんていうかタイの時給は、時給で言えないですね。なんか1日はなんか1000円だけで。時給がないんだ。はい。もう1日8時間働いたらなんか、最低限1000円ぐらいですかね。そうか、物価が全然違うからね。はい、そうですね。違うもんね。あとユウさん、なんか私も結構遊びにいるけど、なんか3万円で何作るの？まずカラオケ週1回1万。あとはなんてそう。あとはなんか外で遊びってなんか1万円くらいかな。あとはなんかスーパーチャー。スパチャって何ですか？スーパーチャーってなんていうか
VTuber が配信しているの間は、なんかその VTuber になんかお金あげること、あとはなんかコメントをする。はい。そのコメントはなんか、お金によって時間がなんかそのまま貼ってるって、そういう感じです。なんか1万円ならなんか1時間ぐらいですかね。あとはなんか500円はなんか5分ぐらいです。そうなんだ。わお。好きな人にこう好きなだけちょっとお金を渡してちょっと喋れたりとか喋ってもらったりする。はい、そんな感じですかね。なんかその VTuber さんになんか支えたいって気持ちがなんかそのお金のなんかと込めてなんかきます。ああ、そうなんだ。もう直接支えられるのも面白いですね。そうです。なるほど、そっか。だからこれだけかかってるということで、ゆうさん遊びにもいろいろかけてはいると思うんですけど、まだまだ節約できるところもたくさんありそうです。はい、そうですね。じゃあ次はオリビエさん聞いてみたいと思います。はい、じゃあ次オリビエさんの生活費見ていきましょう。じゃーん。はい。安っ。家賃が5万7000円、光熱費0円、インターネット0円、携帯電話1万7000円、食費が2万4000円、遊びに8000円、交通費に8000円、はい、そうです。全部で9万8700円くらいかかるよっていうことなんですけど、家賃と携帯電話のお金が安いかな。そうですね。なんか家賃のなんか私はシェアハウスに住んでいるから、もう東京に住んでない、なんか千葉県に住んでいる。東京と近くだから、だいたい学校に行くのためは40分ぐらいかかる。から近くても家賃も安いだからそこで住んでいます。なるほど。東京に近いから便利ですもんね。そうだね。家賃が安い分、交通費はどう？交通費はなんか定期券のお金安いだけど。まあ、もちろん次によって、もっと上がる。なるほど。定期券が安いけど、まあでも県が違うから少し交通費はかかっちゃうかな。ね、なんかもうなんか遊びの場所によっても交通費も上がる。なるほど。携帯電話は結構安いの？そうですね。なんか来る前に友達に相談して、なんか今1月に3ギガできて、SNS なんか Facebook も Twitter も LINE も使い放題だから、それは便利です。ああ、そうなんだ。他になんか携帯電話とかインターネットを使うのに節約してますみたいな方法ありますか？そうですね。なんか家でなんか、パソコンのおかげでインターネットをシェアするから。なんか Wi-Fi 洗わない。なるほど。パソコンから電波使ってインターネットを使わせてもらってるんだね。なるほど。そういった節約方法もあるんですね。遊びはちなみに8000円いつも何に使ってるの？それはサッカーとカラオケのため。サッカーとカラオケやってるんだ。知ってました？一緒にやるから。一緒にやってるんだ。確かに。本当？ふるさんもね、カラオケ行くって言ってましたね。でもそれは安いの方。あ、そうなんだ。サッカーは強いの？まあ。そうなんだ。なんかすごい速そうですもんね。なるほど。そんな感じでリビーさんは9万8700円の中で生活しているよっていうことでした。フランスに比べてどうですか？フランスに比べたら大体同じと思います。あまり変わらない。そうですね。なんか東京とパリに比べて同じ、一番高いの街だから。なるほど。なんかこの前チーズとかは日本の高いって言ってましたよね。そうですね。安くなってる。だから食費はちょっと高い。だいたい自炊してなんか夜買い物したら割引ありますから。そうですね。節約できるけど、なんかチーズはなんかフランスの商材もちょっと高いだから。そうですよね。買いたいものが高いと高い辛いですよそうですね。ね。なるほど。ちょっと節約方法まで聞いちゃいました。そうですね。ありがとうございます。ここには寮に住んでる人はいないんですけど、TLS には寮もたくさんあるんですよね。はい。寮にて1ヶ月にかかる
生活費こちらです。じゃん。意外と安いかな。安いですね。家賃が5万8000円、光熱費が7500円、インターネットはすべてWi-Fi 含まれてますので0円、携帯電話、まあ、これは皆さん人それぞれよると思うんですけど、大体4000円、食費も大体皆さん2万円ぐらいかな、遊ぶのも2万円ぐらい、交通費も人によるとは思うんですけど3000円ぐらいかなと見て、大体合計11万2500円程度になっています。はい、結構TLS 本当に寮の数が多くって寮に住んでる人結構多いんですけど、サポートもしっかりしていて24時間寮の管理人さんもいますし、学校でもサポートしています。そうなんです。今私の寮に住んでる友達がいるけど、あといたの時はいい感じだった。お部屋いい感じでした。ありがとうございます。そうなんですよ。結構いろんなタイプもあって、シェアタイプもあれば個人のお部屋もあるんですけど、結構学校にも近くて、ノルウェーさん結構交通費がねかかるっていうふうに言ってたんですけど、これでも取りやすいと思う。そうですね、かからないので一番遠くても自転車で10分、歩いて一番近くて10分ぐらい結構みんな近くにあるので皆さん交通費かからない、そこも節約ポイントになりますね。結構寮の中では学生たくさんいるので、入ったばっかりでも学生同士で結構助け合ったりとか、わからないことがあったりとかしたら先輩に聞けたりとかして安心ですよね。あとは初期費用なんかもこう自分でアパートを探してる人とかは家電とか家具とかも最初から自分で揃えないといけないから、初期費用だけでも結構30万円ぐらいかかっちゃう人もいるんですね。でも寮は最初からエアコンもあるし、洗濯機もキッチンも、あとは冷蔵庫もベッドと机とシャワールームと全部ついてるので、初期費用って言っても大体7万6千円ぐらいしかかからないです。結構あとは電気、ガス、水道とかライフラインの手続きも結構日本人でもすごく面倒くさかったりするんですけど、それももう日本に来てお部屋に着いた時から完璧な生活ができるように準備されているのでとっても便利です。はい、日本語学校によっては寮がない学校もあるので、寮に住みたいと思った人は学校に問い合わせをしてみてください。 TLS でも寮が気になるよっていう人はぜひ学校に聞いてみてくださいね。東京の日本語学校って寮の数が結構少ない学校多いんですけど、皆さんが東京の学校を選んだ理由って何ですか？私はその学校は仕事を見つけるためにサポートするからこの学校を選びました。仕事のサポート、仕事も見つけやすいかな。そう、さらになんか田舎も住みたいけど田舎で免許持ってなかったら不便だから、東京でいろいろな電車でどこでも行けるから、そうかそうか、確かに東京は車がいらないっていうほど、そうですね、電車が本当にたくさん通ってるから便利だね。はい。ゆうさんは？一番理由のはなんか東京のはたくさんのイベントがあって、なんかコミケとかなんかあとなんか声優のライブとか、はい、それはなんか一番の理由です。売るよも分かります。そうです。確かに東京はね、人もいっぱい集まるし、イベントことが多いから。はい、あとはなんか東京を選ぶの理由もう一つは、なんていうか、僕なんか専門学校のなんかイラスト系のなんか専門学校になんか入学したいので、でもなんかその後はなんか、就職するのはなんかやっぱ東京の方が多いです。だからなんか TLS はなんか進学のサポートセンターもあるし、なんかまあ役に立てると思います。進学も就職もサポートが充実しているんだね。はい、そうです。アリンさんは？やっぱりユウさんと同じ就職のためにこう東京に選ぶけど、電車はもう便利と思う。どこでも行けるから、それで一番理由と思う。そうだよね。やっぱ東京選ぶのって一番便利さがね、ポイントなのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、YouTube をご覧の皆さん、1ヶ月の生活費
あとは東京に来た理由聞いて参考になったでしょうか。はい、次回は生活費を節約するために何をするか皆さんに聞いてみたいと思います。また次回も見てください。はい、またねー。